gentle light of dawn. Dreams take flight as morning sings, embracing the promise of a new day. こんにちは、メイです。前回は案内所周りを作ったので、今回は自由気ままにエイブルシスターズの周りを作ります。自由気ままってどういうことと思ったそこのあなた、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いいたします。作りたいものに背景がいらないので、島の最奥まで駆け抜けていきます。背景が無駄にできると景観が崩れて写真映えしなくなる、そんな理由だけで最奥に向かっています。今向かっているのは左奥ですね。事前にシミュレーションした草の上に立ちカメラを起動。海は見えませんが海沿いですね。ぬいぐるみものこのこやってきました。今回はここの範囲を作ります。縦横20マスくらいですね。今日も安全第一でやっていきます。最初の作業といえばカメラの起動です。島クリエイト歴5年目にして位置を決めてから島クリエイトした方が写真を撮るときに楽ではと気がついた所存です。右上大好き人間なので今日も右上に合わせて走って位置決めです。だいたいこの辺りですね。仕立てや移設前に木を植えておいてこれが消されない位置にします。さっき位置が真ん中に来るように仕立て屋の位置を決めていきます。仕立て屋は横5マス、縦4マスなのでそれ通りに掘ります。偽物の仕立て屋作り。高さのあるものかつ色を似せるとイメージが湧きやすくなるので多用するテクニックですね。多分いいと思うので仕立て屋を置いていきます。穴の奥を合わせる感じで仕立て屋を設置。想像中に木が伐採されていなければ OK です。残っていたので位置決め完璧です。ハリネズミ姉妹がやってまいりました。草を起点とした時、斜めになるよう皮を掘っていきます。本日の水浸しタイムその1です。目印として草を手前と斜め左奥に植えておいたので、そこに向かって皮を掘り進めます。だいたい3マスくらいの幅にして、ギリギリ魚が出現するくらいの大きさにします。魚がスイスイ泳いでいるだけで、なんとなくそこに自然がある感がしていいですからね。気持ち程度にしか川は見えませんが、下準備なので問題ありません。画面の端を確認中。映らない範囲は作る必要ないですからね。だいたいこの辺りなので草植え。こちらは左上端。草から草へ紫のヒヤシンスを植えていきます。ゆるい斜めにしたいので、横に2つ並べて植えたら、斜め上に1つ植えていきます。花に沿ってさらに皮の拡張。余分な部分は沈めます。息を吐くように草を吐く。背が高い水草をイメージしながら麦畑を斜めに置いていきます。ヒヤシンスもさらにその上側に。またもや通った場所すべてに草を生やします。流れるような作業です。思っていたよりヒヤシンスの在庫不足だったので間引きます。増殖させるためですね。間引いたヒヤシンスを一定の間隔で植え込み職人。植え込み職人から水やり職人になります。スカスカのヒヤシンスくんです。これから毎日水やり職人になりながら雨乞いも並行して行います。雨乞いが成功し笑いが止まりません。3日目雨乞い失敗。4日目雨乞い成功です。5日目ご覧のありさまです。6日目水やりしなくていい日はご機嫌です。7日目明日は雨降れと願いを込めて。8日目雨乞いの才能を開花させる。スカスカだったのがみっちりヒヤシンスになりました。草が足りないところに草を足していきます。こちら側は岩ですね。色合いがヒヤシンスと相性抜群です。仕立て屋前に横にまっすぐ道を敷いていきます。右は常吉ビーチがあるので適度なところで止めて、
左は砂浜ギリギリまで伸ばします。砂浜まで続いていても特にやることがないので行き止まりですね。道と草の間の大地を沈めていきます。これだけ水浸しにしてしまうのは前世は水中生物だったのでは説がコメントで浮上していまして、言われてみれば何でもかんでも水に沈めないと気が済まないので、その説がかなり強まりましたね。幼き頃はスイミングスクールでずっと泳いでいたのであながち間違っていない気がしています。水辺の道ができました。春になったばかりなのにもう涼しげです。仕立てや周辺を飾り付けていきます。今シーズン初と言っても過言ではない植林タイムでした。仕立てや奥に広めな岩場があるのでそこへ続く道をつなげます。後で隠していくのでちょっと広めに敷いています。こちら側も植林タイム。違う木にするとおしゃれになる気がしています。海外っぽさを出すために石壁を、この石壁日本の石壁っぽくないなぁといつも眺めています。はい、ではここで触った場所すべて麦畑にしてしまう呪いをかけていきます。目があったら麦畑になってしまう感じですね。今すぐ麦を食べたい時に便利な呪いです。こちら側はすべて麦畑ですね。仕立てや裏は洗濯スペースにするのでバブルマシンで石鹸の泡を出してきますね。仕立てや裏の完成です。海風でよく乾きそうですが塩害もありそうな雰囲気です。雑草を植えてヒヤシンスの増殖を許しません。雑草が最大サイズになるまで育てます。雑草はある程度の日数を島で過ごすと最大サイズになるようです。これでエイブルシスターズ周辺のクリエイトはすべて完了です。エイブルシスターズ前も水に沈めてラベンダーの道を作る辺はいかがだったでしょうか。この島もまた沈んでしまいそうだなぁと思った方はぜひ高評価、チャンネル登録、メンバー登録がまだの方はお願いいたします。SNS もやっていますのでお気軽にフォローしてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。Soft footsteps on the empty shore. Fading waves whisper once more. Time moves on, yet here we stand, holding echoes in our hands. Let the stars